今回は DD のヘッドの首軸を加工してスマドにつけやすいようにしてみたいと思います。このスレスパーノちゃんはヘッドが DD で、このボディがですねスマドなんで、ヘッドがとても外れやすいんですね。で、外れないようにマスキングテープを巻いて軸を太くしてるんですけども、やっぱりそれでも外れやすいんで、なんかないかなと思ったんですけども、電熱ペン持ってるので、この軸を電熱ペンで細くしてマスキングテープをしないでもきちんとはまって抜けないようにっていうのをできるかなと思ったんですね。ただこれをやった場合に DD の軸は太いので互換性はなくなってしまうんですけど、スマドのボディはですね DD に比べるとこうスタイルがいいんで、専用のヘッドでいいかなっていう方にはこの加工は向いてるんじゃないかと思います。DD の場合ここがくぼんでるんですね。だから穴も埋めてこの軸の穴を細めるっていうのをやるんですけど、この場合ソフビが少し量多めに必要なので、ソフビがない場合はヘッドキャップのこういう部分ですね、そこからソフビを切ってですね取ってあげるといいと思います。こんな感じでですね、ちょっと試しにこういう感じで、ここからソフビをですねちょっと拝借してあげると、こういうところに盛るソフビ片が作れます。他にも余分なパーツがあればそこから取るっていうのもできると思うんですけども、一番取ってる場合のはヘッドキャップから取るやり方ですね。これを盛るので少し細かくカットしていきます。でこれ穴を埋めるときはですね、あんまり細かいものを持っていくと時間かかるんで、少し大きめのソフビ片にした方がいいと思います。ではこのソフビ片をですね持っていきます。メモリは 3.8 ぐらいのメモリです。今回この首やるときにテストをしてないのでうまくいくかっていうのは微妙なんですけど、首の軸は結構こう強い力がかかると思うので、ソフビ片はしっかり溶かした方がいいと思うんですよね。中途半端についてると抜き差しした時に多分剥がれてきちゃうと思うんですよね。ちょっといつもと違ってですね、穴の中を溶かすんでちょっとやりにくいですね。ここのくぼみを先に埋めようかと思ったんですけど、この穴の奥の森がやりにくくなりそうなんで、先にですね穴をちょっと狭めてみようと思います。こっちからもできるっちゃできるんですけど、そうですね 0.5 ミリぐらい持ったんですけど、少し抜けにくくはなったんですが、軸に当たっているところが少ないんで、こう首の座りがとても悪いので、今度はですねこの穴のくぼみを埋めていこうと思います。力が加わらないところは結構適当でもいいと思いますが、最終的に剥がれないようにですねきちんと溶かしておいた方がいいと思います。このくぼみは結構深いんで、なかなかの量を持っていかないといけないですね。めんどくさければこのくぼみに合わせた側尾片を作って一発で固めちゃってもいいかもしれないですね。どっちがめんどくさいかですよね。このくぼみの形をした側尾片を作っていくか、これでちまちま持っていくか。結構漏れてきたので、この軸が通る部分を重点的に守っています。穴はしっかり埋まってないんですけども、軸の部分の長さが長くなるようにちょっと今持ってみました。これでつなげると、さっきよりだいぶいいですね。まだスルッと抜けてしまうので、もう少し細くした方がいいと思うんですけど、さっきのゆるゆる感がなくなってますね。ちょっとヘッドは違うんですけども、ここ会長のヘッドも DD で作ったんですけど、こういうスッポンスポン、何の抵抗感もなく抜けちゃうんですけどですね、持った方はやっぱり刺して抜くっていうのに力を入れないとダメなのと、あとこれしっかり
ちりブカブカじゃなくなったんで、これはいいかもしれない。ではですね、もう少しこの穴が細くなるように周りに持っていって、これで終わりにしたいと思います。はい、こんな感じで盛れました。ここの部分ですね。ここの部分も盛ったのと、こちら側にも少し盛ってですね、軸全体が細くなるようにしました。これぐらい細くすると、そうですね、厚さ1ミリも持ってないと思うんですけども、ちょっと測ってないのでわかんないんですが、結構な抵抗感があって、抜く時も程よい抵抗感があって、頭がポロッと取れるっていうことは多分これないと思うんですね。逆さに振っても抜けません。はい。これをやろうと思ったきっかけなんですけども、東野さんのヘッドって確かここがぽっかり開いてるのかな、パラボックスさんのでしたっけ、首の軸が合わないからつけられないっていうような記事が見ることがあったのでですね、それの前哨戦というか、ここの部分は盛りが少ないのですごく短時間で、今は多分40分ぐらいですか、盛れたのでですね、ヤドンさんの場合は大きいので、大きなソフビ片をこう巻いて、その周りを持っていくっていうようなやり方になるかなと思うんですけども、それもあってですね、この首の穴の調整っていうのを今回チャレンジしてみました。DD のフリームだと棒が太すぎるので全く入らないのでですね、スマドのボディ専用になっちゃうんですけど、スマドのボディ用の DD ヘッドであればこういう加工をすれば、マスキングテープで加工した場合こう外れたり付け直ししたりっていう煩わしさがなくなるんで、これは多分いいんじゃないかなと思います。やっぱり電熱ペンはすごい幅が広がりますよね。これで外れやすかった DD のヘッドももう全く外れないので、安心してポージングができるようになりました。またですね、こんなようなソフビの加工方法ですか、思いついたら動画にしようと思いますので、よろしくお願いいたします。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。